アンニョン、パックンです。2022年、韓国政府が公式に認めた数字があります。過去10年間で北朝鮮に戻った脱北者31人。ちょっと待って。地獄のような生活からやっと逃げ出してきたはずなのに、なぜ再び地獄に戻っていくのか。彼らが戻る理由を知ることで、僕たちが普段見逃している現実がくっきりと浮かび上がってきます。彼らが韓国を捨てる理由を3つで説明します。1つ目は韓国社会の適応に失敗した。2つ目は北朝鮮からの誘惑に負けた。3つ目は孤独感に負けた。ぜひ朝鮮半島で広がる2つの国の話を聞いてみてください。まず1つ目は韓国社会に適応できなかったっていう話ですね。夢見た自由の国が思ったよりもサバイバルすぎた件ですね。脱北者たちは思ってたんですね、おそらく。韓国に行けば好きな服着て、TikTok とか撮ってお金もバンバン稼げるって。でもね、実は全然違うでしょうね。例えば一つ目、資本主義は自由じゃなくて格闘技だったんですね。朝6時、地下鉄、スーツを着たサラリーマンがぎゅうぎゅう詰めでスマホににらめっこ。車内は静かだけど空気はバチバチ。誰かを押しのけてでも勝ちのかれっていうオーラが漂っている。北朝鮮で生まれて育った人たちは、お国が食べ物、仕事、家、全部決めてくれる環境にいたわけです。でも韓国は違う。お前の人生？はい。自分で何とかして競争スタートっていう世界。北朝鮮出身のチェ・ギョンヒという研究者、20年間住んでいても韓国に慣れない時があります。韓国は無限競争と弱肉強食の世界ですって。草むらの中、虎に食べられないように必死に走る感じ。そりゃ心も疲れますよね。二つ目の話。自由の国なのになんか縛られてないかっていう話で、北朝鮮では言わなきゃバレないが通じてた。でも韓国じゃどこもかしこもルール、法律、マニュアル、A さんという脱北男性はある事件で警察に呼ばれました。北ではこんなことで捕まらないのにとキョトンカを。しかも裁判、罰金、保護観察、こんなにも厳しいのって。それによそ者扱いされてる感じ。同じ韓国語を話してるのになんでこんなに壁を感じるのってなるわけですね。また他の話で言うと、自由ってお金かかりすぎじゃねってことで、2020年の調査結果によりますと、脱北者の月平均所得は20万円程度らしいです。一方、一般国民は26万円程度らしいので、一般国民に比べて月に6万円低くなってるってことですね。また、生活保護金の受給率も 23.8% と、一般国民の 3.6% より7倍近く高かったです。狭いワンルームで一人でカップ麺をすする日々。AC という男性は脱北してから日雇いバイトでなんとか生活していました。でも足を怪我して働けなくなったらもう罪ですね。頼れる親も助けてくれる兄弟もいない。そこで彼が選んだのは、ルナーのバスを盗んで北へダッシュするということでした。午前の1時、警察のバリケードを突破して北へ800メートル行きました。でも、あとちょっとのところで逮捕されました。もう映画じゃないでしょうか。彼らが望んでいたのは自由じゃなくて安心だったのかもしれません。韓国という国は頑張る人にはチャンスはあるけど、弱った人にはちょっと冷たい。そして脱北者たちは思い出すんです。たとえ食べ物がなくても心はもうちょっと穏やかだった。自由の裏側には戦いがある。そんなことを彼らは体で感じていたのかもしれません。二つ目に話で言うと、北朝鮮からの誘惑に負けたっていうことですね。北朝鮮の甘い罠に引っかかっちゃった。おかえり、君は祖国の英雄だ。帰ってきたら特別な家とご飯を用意してるよ。そんな言葉が北からひそひそと聞こえてくる。これまさに地獄柄のラブレーターですよね。いろんなパターンがありまして、その1で見ると、帰れば歓迎パレード、実は利用されてるだけということがあります。北朝鮮は脱北者の出戻りを政治に使います。ニュースでこう言うんです。腐った南朝鮮から逃げ出してきた我が同士、よく戻ったって。つまり、うちの国が正しいってアピールするための材料にされる。これ、ただのプロパガンダなんですね。しかも最初は VIP 待遇っぽいけど、後でスパイかもって疑われて、気づいたら収容所送りなんてことも。北朝鮮出身の研究者、チェ・キョンヒさん曰く、利用価値がなくなったら、ポイされる可能性が高いとのことでした。これは恐ろしいですね。その2で言うと、家族の心配のはずが逆に人質とされることです。中には家族にいっぱい会いたくて、で、北朝鮮近くに行く人もいます。でも、そのおばあちゃんが罠だったりもする。例えば、ある元軍人の脱北者、
A さん、仮名ですが、中国で親戚に会いに行ったはずが、北の工作員にドカンと捕まって、そのまま拉致。韓国政府も、これは拉致の可能性が高いと認めています。北朝鮮は家族、親戚を使って脱北者の心をギュッと掴みに来る。お前が戻らないとお母さんがどうなるか分かってるよなって。これもスパイの世界ですね。北朝鮮の誘惑、その3で言うと、内部から脱北者ブローカーがいるってことですね。さらに驚きなのが、脱北者同士で再入国をそそのかす人もいるってことです。A さんという脱北女性は、なんと自分が北に渡す情報のスタイになってしまった。韓国に住む脱北者の電話番号を北に教えたり、戻った方がいいよ、祖国は変わったよ、なんて言葉で説得したり、そして実際に B さんという脱北男性が A さんの言葉を信じて、彼女と一緒に北朝鮮に戻ってしまったのです。その後、何があったのかは闇の中ですね。人の心の隙間に北朝鮮は入り込む。成功できなかったのはお前のせいじゃないよ。帰ってきなよ。家族もいるし、またやり直せる。そんな言葉が身ももとで囁かれる。でも実際は甘い言葉の先にあるのはもっと苦しい現実だったりもします。それでも人は希望にすがりたくなる。たとえそれがドゥクイリキャンディだったとしてもですね。で、3つ目の話はですね、心の購読に勝てなかったってことです。心が一人ぼっちだったからってことですね。自由でも豊かでもスマホがあっても SNS があっても、それでも人は誰かと繋がってないと生きられない。それが人間という生き物なんじゃないでしょうか。例えば、一人で国を飛び越えるということ、どういうことか。脱北者の多くは一人で国境を越えます。夜、月明かりしかない川を渡り、銃の音を聞きながら中国を抜け、ブローカーに騙されながらも最後に韓国にたどり着く。でも到着したその瞬間からまた新たな購読が始まる。言葉を通じても文化も空気も価値観も全てのは別の星。家族も友達も先生も誰もいない。荷物あっても話せる相手がいない。パンは食べられても一緒に笑える人がいない。生き延びたのに心が生きてる気がしないということですね。その2の話はですね、一番辛いのは家族と離れることということで、2022年の調査では韓国に住む脱北者の満足度は 77.4% とかなり高めです。でも満足できないと答えた人の理由で一番多かったのが家族と離れているからでした。つまり自由だ便利で国でも心の居場所がないと苦しくなる。あるカフェを経営する脱北出身の青年は同じく脱北して起業した仲間が亡くなった時こう言いました。事業が難しかったからじゃない。話を聞いてくれる人がいなかった。それが一番問題なんじゃないかと。で、これ実際の例がありまして、強い木にも限界がある例があります。ジェシキッチンという会社をご存知でしょうか？北朝鮮料理を販売する韓国の会社でした。そこを立ち上げたのは脱北朝鮮のキム・ジョンヒャンさん、当時32歳です。彼女はこう SNS に書きました。嵐が来ても根っこがしっかりした木は倒れない。明るくて自信があって、韓国メディアにも何度も出ていた成功者。周りはみんな彼女をうまくやってるねと褒めてました。でもそのたった数ヶ月後、彼女は自ら命をにしました。家族は韓国におらず無縁死として扱われ、誰にも見送られず向こうの世界に行きました。彼女は何でもできる人でした。でも最後の最後に誰にも助けてと言えなかった。人はたとえ物質的に満たされても心の温度が0度だと動けなくなることってありますよね。それは国家や制度の問題ではなく誰かと一緒に生きてるという感覚の有無なのかもしれません。脱北者たちは北が好きで戻るわけではない。心の空洞が彼らを引き戻してしまうんですね。自由になったはずになぜ人は戻るのか。豊かなはずなのになぜ地獄に帰ろうとするのか。その答えは意外にもシンプルでした。心の拠り所がなかったからってことですね。いい職種は見通されても誰にも話しかけられない夜。誰にも名前を呼ばれない朝、自分の存在が誰にも必要とされていないように感じたとき、その寂しさこそが人を国境の向こうに押し戻すんですね。これは北朝鮮や韓国の話じゃない。世界中のどこにでもある孤独の物語ですね。あなたは今、心が帰りたいと願う場所を持っていますか？ぜひコメント欄で感じたことや思ったことを共有してください。高評価とチャンネル登録で応援も忘れずにお願いします。以上です。パックンでした。アンニョーン。